今日はお豆腐ハンバーグを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はお豆腐ハンバーグを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、冷めてもふわふわでとても柔らかいお豆腐ハンバーグを作っていきたいと思います。今回味付けはデミソースにしていくんですけれども、お好みの味付けにしていただいても OK です。ハンバーグを柔らかく仕上げるコツなどいろいろあります。そちらはですね、作りながらご説明していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに肉ダネと具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。合いびき肉、木綿豆腐、玉ねぎ、しめじ、マヨネーズ、味噌、塩、胡椒、片栗粉、サラダ油。こちらの材料でハンバーグを作っていきます。まずですね、お肉なんですけれども、豚と牛の合いびき肉を使っていきます。ひき肉に関しましては、鶏ひき肉を使っていただいても OK です。お好みでチョイスしてください。そして今回ね、お豆腐ハンバーグということで、木綿豆腐を使っていきます。こちらはね、絹豆腐だとちょっと水っぽくなってしまいますので、必ず木綿豆腐を使うようにしてください。そしてね、こちらしめじなんですが、こちらはソースに使っていきたいと思います。そしてあとはね、ハンバーグをふっくらさせるためにマヨネーズを使っていきます。マヨネーズを加えていただくだけで、とてもね、ふっくらとした仕上がりになります。そして今回ね、隠し味に味噌も加えたいと思います。こちらの味噌を加えていただくと、コクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。続いてソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。ケチャップ、中濃ソース、お水、有塩バター、お砂糖。こちらの5つの材料でソースを作っていきます。バターはですね、有塩バターを使用してください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずはじめにですね、バター以外のソースの材料を合わせておきます。まず器にケチャップ、そして中濃ソース、そしてお砂糖。まずこちらの3つをよく混ぜます。よく混ざったらここにお水を加えましょう。そして混ぜます。はい、ソースの準備はこれで OK です。このように準備しておいてください。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはですね、みじん切りにしていきます。切りやすい方法で OK です。では切っていきます。そして細かくしていきます。はい、玉ねぎはこれで OK です。そしたらですね、この玉ねぎを耐熱のボウルに入れてください。そしてふんわりラップをします。こちらを電子レンジ 600W で40秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらラップを外します。そして玉ねぎはね、こうやって広げて粗熱を取ってください。このようにね、あらかじめ電子レンジでね、軽く火を通しておくと、玉ねぎの辛みが抜けて、さらに甘さがアップするので、美味しく召し上がっていただけます。ただね、これを熱いまま肉ダネと混ぜてしまうと、お肉に火が通っちゃうので、必ず一番初めに加熱して、そして冷ますようにしてください。続いてソースに使うしめじを切ります。まずこの根元ですね、こちら切り落としてください。あとはね、手でほぐしましょう。はい、しめじの準備はこれで OK です。では続いて肉ダネを作っていきます。ボウルにひき肉ですね。ここに塩コショウ2つまみぐらい。はい。そしてまずね、この状態でお肉だけしっかりとこねていきます。そうすることでお肉同士がくっついて、肉汁が外に出にくくなってとてもジューシーな仕上がりになります。ではこねていきます。はい、このように粘り気が出てちょっとピンク色になるぐらいですね。そこまでしっかりと揉み込んでください。そしたらここに調味料を入れます。まず味噌、そしてマヨネーズ、あとね、片栗粉も入れます。片栗粉もね、肉汁を閉じ込めてくれる働きがあります。そしてね、続いて木綿豆腐を入れていきます。木綿豆腐入れるときはね、特に水切りする必要はないんですけれども、入れる直前にこうやってね、軽くキッチンペーパーで水分を拭き取ってください。そのぐらいで大丈夫です。そしたら入れます。そしてここに冷ました玉ねぎを入れましょう。はい、OK です。あとはこちらをしっかりとね、こねていきます。
はい、このようにしっかりとこね混ぜてください。こんな感じです。こう指で触っても指に肉種がつかないくらいですね。そのぐらいになってれば OK です。ただ木綿豆腐の水分で少しね緩いなと感じた時はお肉をプラスしていただくか、あとはね分量外なんですがパン粉を入れてね硬さを調整していただくといいかなと思います。ではねこちら丸めていきたいと思います。大きさはお好みで OK です。今回私はね3等分にしたいと思います。なので適当にねこうやって手で3等分にします。こんな感じです。そしたらね手に薄くサラダ油を塗ってください。そうすることで肉種がくっつきにくくなります。じゃあこちらを取って最初にこうやってね空気を抜いていきます。こうやって空気を抜くとね形が崩れにくくなるのでこちらを必ず行ってください。あとはね形を整えます。結構ねお肉が縮むので気持ち大きめに作っていただいた方がいいかなと思います。はい、こんな感じ。そしたらバットに置きます。置いたらですねあとは真ん中を気持ちへこませておいてください。これで OK です。このように丸めます。では残りも同じように丸めていきます。はい、このように形作りました。それではハンバーグを焼いていきます。フライパンにサラダ油です。そして全体に伸ばしてください。全体に伸ばしたらまだね火にかけない状態でまずハンバーグを置きましょう。ちょっとね形を整えておきます。置いたらまた真ん中を少しへこませます。入れたらね火にかけます。火加減は弱めの中火です。まず焼き色がつくまで焼いていきます。はい、今3分経ちました。そしたらね一度焼き色をチェックしてください。はい、そしていい感じにね焼き色がついてたら裏返してください。裏返します。よいしょ。はい、美味しそうに焼き上がってますね。はい、こんな感じでね美味しそうに焼き上がりました。そしたらね火加減一旦弱火にして少しねちょっと油が多く出てる時はこちらをねちょっと拭き取ります。大体半分くらいかな。油が溜まりすぎない程度にこのぐらいになるまで油を拭き取ってください。そしたら一度火を止めてここにですね裂いておいたしめじを入れます。空いた部分に入れてください。はい、でしめじを入れたらもう一度火にかけて火加減は弱火です。蓋をしてください。そしたらですねこのまま3分から5分ほど焼いていきます。途中ね3分くらいしたら一度ね焦げてないかチェックしていただくといいかなと思います。はい、今ね3分経ちました。そしたら一度蓋を開けて焦げてないかねチェックしてください。あ、まだ大丈夫ですね。さらにですね竹串でちょっと刺してちょっとグーッと押していただいて赤いね肉汁が出てこなければ OK です。今ね3分でねしっかりと中まで火が通ったのでこれで OK です。心配な方はプラスねあと1分か2分ほど蒸し焼きしていただくといいかなと思います。それではね最後仕上げです。ここにですね作っておいたソースを入れます。回しかけてください。そしてあとはバターですね。火加減を少し弱めの中火ぐらいまで上げてください。あとはねこちらを煮絡めていきます。ちょっとねとろみがつくぐらいまでだいたい1分から2分ほどね煮ていきたいと思います。バターもねこうやって溶かしながら全体にこうやって回していきます。ハンバーグはね崩さないように時折ねくるっとひっくり返して煮詰めていきます。はい、OK です。このようにソースにとろみがついたら完成です。こんな感じです。もしねあんまりシャバシャバしてる時は火加減ちょっと中火にしてそして煮詰めていただくといいかなと思います。だいたいね2分ぐらいかな。そのぐらい煮詰めるととろみがついてくると思います。それではお皿に盛りたいと思います。はい、これでお豆腐ハンバーグの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにハンバーグはとてもふっくらに仕上がってます。きのこもたっぷりですね。そして中身はねとてもふっくらとした仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。すっごく柔らかいですね。ではいただきます。もう驚くほどすっごく柔らかいです。美味しい。口の中に入れた瞬間にとろけるかっていうぐらいすごくねふわふわでとても柔らかいです。このねお豆腐でねすごくふわふわな食感になってます。さらにねこのマヨネーズのまろやかさとあとお味噌のコクも加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。
今回のお豆腐ハンバーグのポイントです。まず今回はですね、お豆腐ハンバーグということで木綿豆腐を加えました。お豆腐に関しましては絹豆腐を使ってしまうと水っぽくなってしまいますので、木綿豆腐を使うようにしてください。そうすることでとてもふわふわっとした仕上がりになります。そして今回ね、肉種の中にマヨネーズとあとはお味噌を加えました。まずですね、マヨネーズを加えていただくことで冷めてもふわふわ感をキープすることができます。ぜひね、入れて作ってみてください。さらにですね、味わいにもまろやかさが出てとても美味しい仕上がりになります。そしてお味噌ですね、味噌は隠し味で入れてます。このお味噌を加えていただくことでコクがアップしてとても美味しい仕上がりになります。ぜひこちらも入れてみてください。そして今回私が使ってる味噌の種類なんですが、だし入りの合わせ味噌を使ってます。お味噌はね、お好みがあると思うんですけれども、おすすめはですね、スーパーによく売っている合わせ味噌です。ぜひこちらで作ってみてください。そして肉種を作る時のポイントです。肉種を作る時はまずね、塩コショウを振って何も入れない状態でしっかりとこねてください。そうすることでお肉同士の密着度が増して形が崩れにくくなるのと、あとはとてもジューシーな仕上がりになります。そしてその後しっかりこねたら、あとは調味料とお豆腐と玉ねぎを加えてください。お豆腐に関しましては水切りする必要はないんですけれども、加える直前にキッチンペーパーで水分を拭き取ってから入れるようにしてください。玉ねぎはですね、必ず加熱してその後しっかり冷ましてから入れるようにしてください。そして形成する時のポイントです。ハンバーグの形を作る時はしっかり空気を抜いてから形作るようにしてください。そうすることで形が崩れにくくなります。あとはね、真ん中に火が通りにくいので中央部分を少しへこませてください。そして焼く時はですね、最初表面に焼き色がつくまでね、そのまま焼いていただいて、裏返したらキノコを加えて、そして蓋をして蒸し焼きしてください。そうすることできちんと中まで火が通って、そしてふっくらとした仕上がりになります。この焼き時間に関しましてはハンバーグの大きさによっても変わってくると思いますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。あとは作っておいたソースを加えて煮絡めて仕上げてください。今回の分量でいくとだいたいね、1人分のハンバーグの大きさにして3つ分になります。こちらはですね、大きさによって変わってくるのでお好みで調整してみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はお豆腐ハンバーグを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。